こんにちは、タロタロです。以前にクシャルダウラを立ちソロで3分49秒で討伐した動画や、17種類のクシャルのモーションを個別に解説した動画などを上げました。しかし、モーションの数も多く、居合の難易度も高いので難しいといった声も見ました。なので今回はクシャルダウラ立ちソロに慣れてない人に向けて、居合を狙うモーションを7種類に絞って紹介していきたいと思います。今回の動画構成はこんな感じです。まず討伐動画の前に事前知識として7種類の居合を狙うモーションとプラスアルファで少し解説を加えます。そしてその後にできるだけシンプルな動きを意識して討伐した動画を見ながら解説を加えつつ見ていこうと思います。それではどうぞ。まず一つ目に居合を狙うのは横方向の風投げ払い攻撃です。予備動作は顔を少し左上に上げることで顔が一瞬止まった後に振り下げたところら辺で居合をすると成功しやすい気がします。次は腕を払ってくる攻撃です。振り向いてからやってくるときは顔をこちらに向けた後に腕攻撃をしてくるので、そのタイミングで居合を合わせてあげます。また素早い腕払いが来たときはその後飛び上がってジャンプ攻撃をしてくるので、落ち着いてジャンプした方向を見てジャンプした方向と逆方向に回避すると安定して避けられると思います。次は2連噛みつき攻撃です。顔を横方向に持ち上げた後にワンテンポ置いてから2連続で噛みつき攻撃をしてきます。この攻撃は体全体に当たり判定があるのでタイミングを覚えてちょっと早めに居合をすると避けやすいと思います。次は突進です。一つ知識としてこの突進の後は風の玉を吐いてくる攻撃に派生しやすいです。少し足を立てるのが予備動作になっていて、居合は相手の頭が来るタイミングをよく見てしてあげると安定します。慣れてきたら突進に対して居合をした後に再度 ZRB で居合を構えて派生してくる風の玉に対して居合を決められたらかっこいいし、かなりダメージも出すことができます。次は振り向きながら噛みついてくる攻撃です。振り向きざまに顔を少し上げるのが予備動作で、回転しながら噛みついてくるときに居合を当てることができます。次は風の玉を飛ばしてくる攻撃です。このような横方向の移動から派生してくることが多いです。少し顔を持ち上げるのが予備動作になっていて、その後顔を振り下ろすのと同時に風の玉を飛ばしてくるときに居合を当てられます。かなり頭に当てやすくすごい気持ちいいチャンスなので冷静に狙っていきたいモーションです。最後に居合を狙っていくモーションは大きい風の玉を飛ばしてくる攻撃です。状態をかなり高く上げてワンテンポ置いてから打ってくるので、相手の頭が振り下ろされるところをしっかり見てから居合をするように意識しています。さらにこれは知識ですが、この行動の後は必ず威嚇をしてくるので攻撃チャンスになります。ここからは討伐動画で実際に使った知識を3つ紹介します。1つ目は空中で3つの竜巻を発生させた後はそのまま着地することです。そして次は竜風圧をまとっている時に空中での突進が来た後に6個の竜巻を出現させ、その後は小さい威嚇の後にそのまま着地することです。3つ目は風をまとっている時の風ビームの後には威嚇が入るので攻撃チャンスになることです。ここからは実際に先ほどの7種類のモーションを意識して討伐してきた動画を見ながら解説を入れていきます。今回の装備スキルはこんな感じです。最強と名高いジャンプ鉄人を使わせていただきました。またできるだけ安定した装備にしたかったので弱点特攻を減らして見切りをレベル7にしています。合わせて太刀も会心率が高く切れ味の長いナルガ太刀を使っています。今回はクシャルが6番スタートでした。最初クシャルは狭い高台の上にいて戦いづらいので区内で気づかせて下に下ろします。このように今回はできるだけタイムというよりも安定感を求めた立ち回りでやっていこうと思っています。これは先ほど紹介した3連続のブレスなので足元に潜ってから威嚇中に攻撃を当てていきます。基本的には相手が行動を開始するときに居合をするというのを全体を通して意識しています。ここは突進に対して居合、そしてそこから風弾に派生する可能性が高いので再度居合をしてもう一度居合を当てます。
今回は先ほど紹介したモーションに対してのみ居合をしてきたので、復習するつもりで見ていただけたら嬉しいです。ちなみに今回ピックアップした7種類のモーションは、普通に避けると少し難しいか、居合を狙えたらかなり気持ちいいという基準で選びました。その結果、地上にいる時の近距離攻撃がかなり対象になってしまったので、そこを見分けるのは少し練習が必要かもしれません。ここも相手の攻撃が来る前にしっかりと居合をして待ち構えていることで、風の球に対してカウンターを当てることができました。これは個人的な考えですが、かなりシビアなタイムアタックをしていない限りは、攻撃回数を減らしてでも相手の攻撃の前に居合をして待っておくというのが太刀ではかなり大事になってくるかと思っています。さあ、ここは先ほど紹介した6つの竜巻が来るので間を通り抜けて、その後の隙に対して攻撃しようとしたらひるんだのですぐに兜割りに派生しました。クシャルの弱点部位は前足と頭になっているので、こういうダウンしている時は基本的に頭と腕の間に入り込むのがいいかと思っています。さて、ここでは流風圧の時に一定ダメージ以上与えてまといを解除することができて大ダウンになりました。クシャルのダウン中にはゲージを1段階上げるのと兜割りがセットで入るので、できるだけ素早いコンボで攻撃を当てていきたいです。そして横移動が見えたので一度居合をしたら2連噛みつきだったのでタイミングを合わせて居合をしました。ダウンを取れた後は弱点の頭に兜を入れるために歩いていきます。だいたい4回目くらいの兜で総流待機状態になるので、しっかりこの隙に砥石を研いだ後に総流をしていきます。クシャルはすぐエリア移動をしてくるので、総流してあらかじめエリア移動をすることで継続して戦う時間を伸ばします。今回はモーションを多く見せるために他のモンスターへの総流を縛っていたんですが、もし他のモンスターが近くにいる場合は他のモンスターに当てに行って総流を使った方が楽だと思います。総流が終わったら空中で ZR のかきり虫を使って飛び込んだ後にゲージを回収していきます。今回は無双切りを外してしまいゲージ回収はできませんでした。クシャルのダウン中はかなり頭が前後に動くので、無双切りや兜割りを当てるために少し慣れが必要かと思います。少し離れてしまったので頭に近づいて居合をします。ここは腕攻撃につられて居合バットをしてしまったので、風の玉攻撃に居合を当てることができませんでした。こういう場合は無理やり居合するのを諦めて見切り切りでごまかしています。さて、ここは突進してきてこの後風の玉が来ると思ったので月から居合、そして居合バット基準切りを当てました。突進を歩きでかわした後に居合する行動は結構強いと思います。ここは方向で居合ができなかったので無理せず離れてかわした後に攻撃を加えます。そして相手がバックステップなので空中に行った時も無理せず納刀して距離を詰めて居合します。古竜の方向は結構速くてカウンターするのが難しいので最初は意識しないでいいと思います。そしてここは事前知識で話した風ビームの後の隙があるので兜割りを入れていきます。どの行動の後に威嚇が来るかということだけでも覚えておけば攻撃チャンスが増えて討伐時間も短くなっていくと思います。さて、ダウン中にコンボを決められたので居合をして次の攻撃を待ち構えます。今回は腕払いからの空中攻撃がひるみでキャンセルされたので回避せずに済みました。と言われたので大風弾が来るので居合をして待ち構えます。この攻撃の後にも威嚇が入るので兜割りなどを安全に狙えるチャンスです。そしてここは横移動を見た瞬間に居合を解除して再度居合してから居合抜刀基準を当てました。これは少し反応速度と慣れと入力速度が必要になるんですが、僕は横移動を見た瞬間に X ボタンを押すという一つのことだけを頭の中に入れて警戒しています。ここも突進の後に風の玉が来るというのを頭の中に入れてたからすぐに行動ができました。基本的にそれぞれのモーションごとにこれだけは気をつけようという意識があるかないかだけで行動に移るスピードが全然変わると思います。ここは顔をクイッと上げたのを見てから振り下ろす時に居合バット、このようにちょっと遅らせて攻撃してくる行動って初見のうちはかなり居合するのが難しいんですが、慣れてくると落ち着いて余裕を持って居合できるので経験を重ねることが大事かなと思います。僕も最初のうちは100回中97回くらい居合できませんでした。さて、空を飛んでいる時は特にやることがないので避けるのに徹します。そしてここは風ビームをやってきたので素早く抜刀できる ZR で抜刀してから兜割りを押しました。
そのまま居合して次の行動を待ち構え、大きい風弾が来たので居合をしていきます。ここら辺の風の玉を出してくる攻撃は大小問わず頭を差し出してくれるので、かなり狙っていきたいです。というところでまた大風弾をしてきたので、その後の威嚇に兜割りを当てようとしたら猫が決めてくれました。というところで討伐動画の解説は以上になります。今回初めてタッチでの討伐に慣れてない人に向けた動画を作ってみました。このような動画に需要があるのかがまだわからないので、もしまた見たいという人がいればチャンネル登録やどちらかの評価ボタン、またコメントなどでフィードバックなどをいただけると嬉しいです。もしこの動画が役に立って少しでも狩りが楽しくなれば幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。